オリチャンネルの折原です。テレビの輝度測定に関して再度測定する準備ができました。動画の前半部分では輝度測定に向けて行った準備を紹介します。そして動画の後半ではここにあるレグザの Z970M とソニーのブラビア 9XR90 輝度測定結果を紹介します。測定結果のみを知りたい人はチャプターをつけておきますので、前半部分をスキップして、視聴してください。改めましてですが、今年オリチャンネルで収録した輝度測定の結果に関して誤った結果になっていたことをお詫び申し上げます。再測定にあたって機材の準備と精度向上の準備とこの動画自体の準備で、発信まで時間がかかりました。そして輝度測定の精度向上の方法として測定センサーとソフトの環境を整えました。で、測定センサーに関しては実は元から複数所有していまして、キャリブライトのディスプレイプラス HL と、それからこの X ライトの i1 Pro 2、そしてこのトプコンの分光放射系の SR3A を用意しました。そして測定ソフトに関しては利便性からライトイリュージョンのカラースペース DPS に統一しています。ちなみにですけど、このトプコンの SR3A に関してはこれ分光放射系ですので PC とつながなくても使える機材です。こんな感じになっています。3つのセンサーを使ってレグザ Z970M でテストパターンを表示していて、同じ映像を表示した状態でそれぞれのセンサーでどういった結果になるかっていうのを測定して結果をまとめてみました。こんな感じになっています。今ここ照明ついてる状態ですけど、これは再現環境で実際の測定は完全暗室で行いました。はいですね、測定結果を詳しく見ていきたいと思うんですけど、僕の測定で最も重要なホワイトの輝度に関してセンサー3つともおおむね近い数字にはなっています。しかしながら X ライトの i1 Pro 2が最も輝度が高い数字になる傾向がありまして、3つのセンサーで最も数字の違いが大きかったのがモニター100の設定で最大 5.03% の輝度の違いがありました。数字上で言うと X ライトのi1 Pro 2が 543.288 カンデラ、そして最も低いキャリブライトが 515.979 カンデラ、そしてトプコンに関しては中間の 530.00 カンデラです。輝度の違いを比較できる加減っていうのが、一般的には 5% までと言われているんで、5% わずかに超えてしまったんですけど、輝度測定ってこの表示したパターンをホールドした時間によって、毎回変動してるんですよ、少しは。なんで多少の差は許容するしかないんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ次にですね、白の輝度 XY も測定しました。このですね、レグザの Z97M のモニターモードに関してはメーカーは D65 基準で合わせてあると言っています。D65 だと X0.3127Y0.3290 なんで、その数値が本当の正解なんですけど、レグザ Z97M が本当に D65 で表示してるかっていうのは実際のところの絶対的な確証は持てないんですけど、今回はこのZ970M が D65 で表示していることを前提として3つのセンサーの測定結果を比較してみました。で、結果としては、まず X ライトの i1 Pro 2が平均誤差が 0.0020 で最も D65 に忠実と判定しました。2番目がトプコンで平均誤差が 0.0037、そしてキャリブライトが平均 0.0052 でした。結果としては X ライトの i1 Pro 2が Z970M を D65 に最も近いと評価しました。繰り返しますけど、これはレグザの Z970M が、モニターモードを正しく表示していると仮定した上でのセンサーの比較です。で、この3つのセンサーの誤差に関して言うと、XY の結果がプロフェッショナルが完全暗視で視聴した状態で 0.005違っていると色の違いを識別できるらしいです。最も大きなキャリブライトの平均誤差は 0.0052 なんで、これは少し超えてしまっているんですけど、3つのセンサー間の誤差もさほど大きくはないということを言っておきます。次にですね、白以外の RGB の色に関しても測定してみました。設定に関しては、モニターの20、モニターの100、鮮やか100の各モードでRGB を表示して、輝度の XY
SI を測りました。モニターの20とモニターの100に関しては輝度が違うだけで同じ結果になるはずなんですけど、鮮やかの100に関してはこれ SDR 信号で BT709 で入ってもその色域を超えて派手しく表示する映像モードになっています。で、結果に関してはモニター20、モニター100、つまりは BT709 の範囲内で表示した場合には3つのセンサー間で大きな差異はありませんでした。しかしながら鮮やか100の状態に測定するとキャリブライトが赤と緑の結果で他の2つのセンサーと大きなズレがありました。そしてトップコンとエクサイトに関してはモニターモードだけでなく鮮やかモードを含んだ場合でも誤差率は非常に小さいという結果になりました。まとめです。まずね、今回の検証で得た3つのセンサーの評価としては、キャリブライトに関してこれはね BT709 の色に関しては正確だと思うんですけど、公式域に関しては精度が良くないというかきちんと測定できてないんじゃないかなと思いました。そしてですね、X ライトに関してはこれね、構成版が存在するんで基本的にはやっぱ信頼できるなと思いました。しかしながら輝度に関しては最も高い結果になっていました。そして今回の一番の目的であるトップコンの SR3A に関しては全ての結果に関して他の2機種との間に一定の整合性がありました。この結果から見るに結構精度高く測定できるんじゃないかなと思いました。今後の方針としては X ライトとトップコンをリファレンスと可能な時には2つのセンサーを使って測定をしてエラー回避を目指します。輝度の数字に関して結果を掲載する際にはどちらのセンサーの数字かというのを、明記するようにします。キャリブライトに関してはこれは色に関しては BT709 の範囲内だったら使えるので、そういった時に活用しようと思います。ところでですね、今回測定センサーに分光放射系のトップコンの SR3A を導入したというところに注目した人もいるかもしれません。というのはこれ分光放射系なんですよ。このディスプレイの発光のスペクトラムを測定できるんですよ。先ほどの検証によるとね、一定の精度はありそうなので PC と接続してスペクトラムも測定してみます。映像モードを鮮やかモードに切り替えます。で全白の 100% の状態です。で、測定ソフトに関しては、トップコン純正の CS900A っていうソフトなんです。これ、使い方そこまで習得はしてないんですけど、ちょっとやってみます。はい。こんな感じの結果になっています。で、この発光スペクトラムが正確かどうかっていうのはちょっと比べてみないとわからないんで、レグザの Z970M の発表会の資料にスペクトラムのイメージ図っていうのが掲載されてたので、ちょっと比較してみるとね、こんな感じです。おおむね近い形になってるけど、緑がちょっと弱く映ってんのかなっていうのは少し気になりました。このね、スペクトラムに関しては、ひとまずソフトは使えたんですけど、どういった測定条件がいいのかっていうところをもう少し研究してみますっていうのと、現在の測定方法でのあくまで参考レベルの結果として見ておいてください。はい、Z970M の測定をしていきます。レグザの Z970M の測定結果です。ちょっと長いので、こちらにまとめて掲載しておきます。レグザの2023年ミニ LED 液晶の最上位機種ですね。測定結果、面積 10% が一番大きくなっていて、結果が 1704.69 カンデラです。これは IO1 Pro 2で測定した結果です。で、これは、HDR のテストパターンで収録しています。ちなみにですけど、2024年のレグザに関しては、未公開の動画が収録してあって、測定部分に関しては再測定もしてあるので、そこはまた、別の動画で収録する予定です。そしてですね、それからすでに公開済みだったソニーのブラビア2024年モデルに関しても再測定をしてみました。ではですね、まず、ブラビア 9XR90 ミニ LEDバックライト液晶の最上位の、測定結果は以下の通りです。で、これはですね、持ち込み機材の都合で SDR のテストパターンで収録していて、鮮やかモードで収録しています。省エネ設定は切っています。結果は掲載の通りなんですけど、10% の面積で 2958.77 カンデラです。これはかなりの高輝度ですね。この測定結果に関しては i1 Pro 2の結果です。それからですね、ソニーの A95L、日本では2024年発売 QD OLED に関しても再測定をしてみました。しかしですね、結論から言いますと、今
回は掲載を見合わせます。動画の編集中に問題に気づきまして、ちょっと不本意ですけど、掲載なしにしておきます。で、この A95L に関しては、再度機材を手配して再測定をします。で、あとですね、以前掲載したパナソニックのビエラ Z95A に関しても再手配を進めているので、再度測定をして動画も収録しようかなと思ってます。はいですね、今回の再測定の結果は以上です。今年過去に測定した機材に関しては順次再手配をして測定の準備を進めていますので、もう少々お待ちください。じゃあ以上です。